ボンジュール。パリプロムナードチャンネルへようこそ。皆様いかがお過ごしですか？9月のパリ、長いバカンスが明けてパリの人たちがパリに戻ってくると、静かだった街がまた急に賑やかになります。今回の動画ではそんな9月のパリの街を一緒に歩きましょう。季節の移り変わりを感じる公園、サンジェルマン地区で開かれたフリーマーケット、さらに新しく始まった注目の展覧会へもご一緒いたしましょう。どうぞリラックスして最後までお付き合いくださいませ。これは何だと思いますか？そうなんです。2024年のパリオリンピックの開会式で世界を驚かせた気球の形をした聖火台です。オリンピックから1年を記念してチュイルリー公園にまたその気球が戻ってきていたんです。仕事を終えて帰る途中、私は思いがけずその気球を間近で見ることができました。9月の半ばまでそこにある予定だったそうで、その最後のタイミングで私はこの風景に遭遇したことになります。この日のドラマチックなパリの空ともども、とても心に残る光景です。ところ変わってこちらはパリ左岸のルテシアホテル前の交差点。日曜の午前中にあった仕事を終えて歩いてきたら、この界隈でビッドグルニエが開かれているところでした。この場所でのビッドグルニエは年に2回開かれます。このチャンネルでは今年5月にもご紹介しています。ところでフランスのアンティーク・ヴィンテージマーケットにはさまざまな呼び方がありますよね。マーシェ・オ・ピュス、ブロカント、そしてヴィッド・グルニエ。今回のはビッドグルニエ。屋根裏を空にするという言葉の意味が示す通り、個人が私物の不用品を出品するイベントと言っていいと思います。フランスでは9月が学校の新年度の始まりです。そのせいもあるのでしょうか、5月の時よりも子どものものが多く出展されているような気がしました。例えばこちらのスタンド、家中の子ども服とかおもちゃが勢ぞろいしている感じではないですか？小学生くらいの女の子たちが店番をしているスタンドもありました。この紙に包んであるのは何？と私が彼女たちに尋ねると、中身は買ってからのお楽しみという答えが返ってきました。日本の福袋みたいなものですね。
子供の時からこういうマーケティング能力が養われてるってすごいなと思いました。売り手も子供なら買い手も子供たち。この界隈の住人たちにとっては年に2回のお祭りみたいなものなのかもしれませんね。さて、私も何か掘り出し物に出会えるかしら。あるスタンドで私はこの焼き物に惹かれました。とてもアーティスティックだと思いませんか？スタンドのムッシュにお値段を聞いてみたら100ユーロを超えていましたので、眺めさせていただくだけにしました。このあたりはカエルのシリーズですね。そっちのには卵も入ってるよとスタンドのムッシュは言いました。なるほど、中にビー玉が入っていました。これはおままごとセットですね。これはキャンディーの缶でしょう。私の隣にいたマダムはこのアイロンが気になっている様子。私はこの焼き物が気になりました。スタンドのムッシュにこの用途を聞いて、私はちょっと複雑な気持ちになりました。お分かりになる方いらっしゃいますか？これはですね、昔夜中に用足しをするために寝室に置いておいたものなんだそうです。オブジェとしては美しいけれど、これを手に入れるという気持ちにはちょっとなりづらいですかね。こちらはまた別のスタンド。À chacun son plaisir。それぞれの楽しみがあるとお皿に書いてあります。この絵柄は長年連れ添った夫婦、そしてこちらは負傷兵たち。こちらの方は比較的新しい感じですね。あ、ジアンの製品ですね。このお隣のも素敵。こちらはデンマーク製のようでした。これらはオードトワレなどを入れていた容器だそうです。パイプの入っているのは石鹸入れ。この丸い容器にはコットンを入れたりしていたようです。これはコウノトリの図柄かな。寄せ木細工でできています。おそらくアルザスのお土産物でしょうか。この焼き物もちょっと魅力的じゃないですか。鉢カバーにするものでしょうかね。これらはデザート用の小さな容器。日本人の私としてはこれに茶碗蒸しなんか入れたらおしゃれかなと思ってしまいました。このスタンドで私はこれにとても惹かれました。マダムによると、これはベネチアのムラノのガラス。
お値段は45ユーロ。光が当たったらもっと綺麗よねってマダムがおっしゃっていたら、本当に光が差してきたんです。私はこちらのセットも素敵だなと思いました。デルフト焼きだそうです。このチャンネルでは以前、私がデルフトを訪ねた時のことを詳しく紹介しました。あの旅のおかげでデルフトが私にとってとても親しみのある場所になりました。これは一つ10ユーロ。ガラスケースの中に入っていたこのコンパクトがちょっと素敵だなと思ってマダムに出していただきました。真珠母でできています。こちらも10ユーロだそうです。おなじみのカフェレストランも特別スタンドを出していました。あれ、この通りにお花屋さんがあったかしら。ちょっと見ない間に街の様子って変わるもんですね。このムッシュのスタンドでは、私まずこの靴の形のオブジェが気になりました。何に使うものなのか分かりませんけど、オブジェとしてとても魅力的だと思いませんか？まあこれはまた可愛らしい。これは花瓶かな。とっても細工が凝っていますよね。それにしてもなんとなくこの台の上がすっきりしていると思いませんか？それもそのはず。ムッシュによれば午前中の早い時間にプロの人たちが来て相当な数を買っていったんですって。次回はぜひとも午前中に来ないといけませんね。こちらのマダムのスタンドでは銀食器がとても充実していました。中でも私の目を引いたのがこちら。すごくエレガントな細工だと思いませんか？6本がセットになって60ユーロっておっしゃってたかな。そうそう。とてもクオリティの高いものは箱も凝ってるのよとマダムは私に教えてくれました。確かにこの留め具の部分も凝った作りです。シルバーのナプキンリングですね。一つ一つよく見ると全部違う動物のモチーフでした。そしてこちらは昔のビストロにあったようなピッチャー。なんとなく魅力的に思えます。その隣にはこんなスタンドもありました。この下にあるモーターをつければ今でもちゃんと動くそうです。
まあこれはずいぶんレトロなローラースケート。スタンドのマダムは10ユーロとおっしゃってました。何気なくふらりと立ち寄ったビッドグルニエでしたが、実は私思わず買ってしまったものがあるんです。さて何を購入したでしょうか。それは動画の終わりの方でご紹介しますね。さてその翌日、曇り空の月曜日、少し風が強いです。私はリュクサンブル公園の方を目指して歩いています。いつもの散歩道ですが、今日は私は一つ目的があります。ここにある美術館で始まった展覧会をぜひ見ておこうと思います。スーラージュ展、ピエール・スーラージュというフランスのアーティストは現代アートの巨匠と言える人物です。ですが正直なところ、私は彼のこと、また彼の作品についてあまりよく知りませんでした。けれども私にとってとても馴染みのあるリュクサンブール公園、その一角で開かれている展覧会ということもありますので、この機会に私は彼の作品に触れてみようと思います。この展覧会は彼の膨大な作品の中でも紙に描かれた絵画に特化したもの、抽象的な作品で有名なアーティストですが、そもそも若い時の画力が素晴らしい、それがわかる展示もありました。ところでこれは何を使って描かれたものだと思いますか？くるみの染料なんですって。ピエール・スーラージュは1919年生まれ、10代の時からすでにアーティストになるという考えを抱いていたことがこのビデオからよくわかります。これは1969年に制作されたテレビ番組の一部のようです。彼はこの時50歳。それにしてもこの当時はインタビュー番組でインタビューする側もされる側もタバコをずっと吸っていたんですね。覚醒の感があります。時系列に沿った形で作品が並んでいるので、時代とともに作風が変化していくところを感じ取ることができます。鑑賞を進めていくうちに、私は作品が放つ力強さが自分の内側に入ってくるような感覚を覚えました。背骨や内臓が反応している感じがするんです。線だけの表現なのに圧倒的なパワーが感じられるのは一体どうしてなんでしょうね。あら、この男性の背中にはムンクの叫びがあります。私は日本の女流書家篠田桃紅さんのことをふと思い浮かべました。
どこか通じるものがあると感じました。スーラージュは102歳まで生きたアーティスト。篠田桃子さんは確か107歳の人生を全うされたはず。ほぼ同時代を生きた2人のアーティストが出会ったことがあるのではないでしょうか。もし出会っていたとしたら、2人の間でどんなやりとりがあったのか、とても興味があるなと思いました。このビデオはスーラージュ100歳の時に撮影されたものなんですって。素晴らしい年の重ね方をされたんだなということがこの映像から伝わってくると思いませんか？展覧会終盤の作品、このあたりは2003年2004年頃の制作ということですから、スーラージュ80代の時の作品、筆の一部が作品の中に残っていました。私は現代アートに対してちょっと食わず嫌いみたいなところがあるんですが、先入観抜きに気負わずこうして作品を体感してみると、やはり巨匠と呼ばれるには理由があるなと納得しました。彼の作品には紛れもなく並外れたパワーがあるなと実感しました。さて、美術館の隣にアンジェリーナのサロンドテがあるんです。私はここで何かテイクアウトして公園を歩きたいと思います。アンジェリーナといえばこのモンブランが有名ですよね。ですが今日は私まずコーヒーを、そしてモンブランのマカロンというのがあるようなので、それも買おうと思います。9月下旬のリュクサンブール公園、マロニエの木々はすでに紅葉して落葉も始まっています。今日のように風の強い日は葉っぱがどんどん枝を離れてゆきます。公園の庭師の方々、この季節は毎日の作業が本当に大変でしょうね。冷めないうちにコーヒーをいただきましょう。モンブランのフレーバーのマカロン、こんな感じでした。当然といえば当然ですが、モンブランのケーキの方が何倍も充実感があるかな。さて、昨日のビドグルニエで私が何を購入したのかご紹介しますね。これです。当てられた方いらっしゃいますか？スタンドのムッシュにお値段を聞いたら、大きいのが2ユーロ、小さいのが1ユーロというではないですか。ワインピッチャーを買ったということで、私がどれほどワイン好きなのかと思われるかもしれませんが、今回の私の目的は別にあります。これを2つ並べて花瓶として使ったら可愛いんじゃないかしらと思ったんです。ところで、私のささやかなヴィンテージコレクションに最近もう一つニューフェイスが加わりました。それもご紹介します。
ブルターニュ通りのブロカントへキコさんと一緒に行った時に、私はこのおままごとセットを購入しました。そしてそのうち割れていた器はやはりキコさんと一緒に初めて体験した金継ぎのアトリエで再生させることができました。どちらも以前動画でご紹介していますので、概要欄のリンクからどうぞご覧になってみてください。キコさんはその私のおままごと道具にきっと似合うだろうということで、これを私にくださったんです。リモージュボックスなどと言われるオブジェ、こんな風にティーポットの形をしているボックスを私は初めて見ました。とっても可愛らしいですよね。キコさん、ありがとう。皆様も最後までお付き合いくださいまして、どうもありがとうございました。9月のパリ散歩、お楽しみいただけたでしょうか。この動画が良かったと思われたら、ぜひ高評価を、そしてチャンネル登録がまだお済みでない方は、チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。お寄せくださるコメントがいつもとっても励みになっております。どうもありがとうございます。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。アビアント。